Today we have a really special guest, Maeda-san, the CEO of GOG Gaming Japan. GOG Gaming is a startup from Japan which offers quite an interesting esports platform. You can create your own tournaments for others to join, and the UI is actually a lot better than most esports platform on the market. Now, at T3 Arena, we believe tournaments should thrive as a community and not just as an official effort. In this interview, we're going to be having a chat about the state of esports in Japan and dive deeper into how the esports community could thrive with T3 Arena. I want to hear Japanese. All right. Maeda-san, happy to have you here. Thank you. GOG は初めて、GOG はどのようなプラットフォームなのでしょうか。将来的にどのようなビジョンをお持ちしていますか。ありがとうございます。まずビジョンなんですが、GOG が今一番大きく掲げているビジョンとしまして、e スポーツゲーマーのコミュニティの活性化っていうところを第一に置いておりまして、その e スポーツはまだまだ若い市場今後も伸びていく市場なんですけれども、そのスポーツが飛躍的に発展する上でも、何事も発展していく上でやっぱコミュニティの存在っていうのは非常に大きくて、なので今後もその GOG としては e スポーツコミュニティの発展っていうのを大きく掲げて、そこから生まれる新たなビジネスであったりとか、新たなそのファンへの提供っていうところを今後も注目していきたいなというところになります。で、その中で、今回 T3 さんも非常にコミュニティに力を入れてるっていうところも含めて、我々のそのビジョンでコミュニティを活性化したいというところで結構相まって、こういった形でパートナーシップを組ませていただくことになったんですけれども、その中で我々が提供しているプラットフォームなんですが、この e スポーツゲーマーが一番求めているものっていうのが、競技性のあるゲームになってくるので、その大会とかそういった場所で自分のスキルを試したりとか、もしくはその大会に勝って賞金を稼ぎたいだったりとかっていうところに注力して、GOG では、そういったゲーマー向けの簡単にその大会とかを主催できるようなツールっていうのを今現在提供しておりまして、で、その中で大会で一緒に参加するチームであったりとかメンバーを探したりとかっていうので、SNS 機能っていうところで掲示板機能とかチーム管理機能っていうのも現在搭載しております。はい。T3 アリーナの方はプレイヤーにスマホで優れたアクションとバランスが良い質の高いゲームプレイ体験を提供していただければと考えておりますが、私たちは Pay to Win のゲームにはしたくありませんので、このゲームはキャラクターの限られたスキルアップグレードと外見&スキンベースのコンテンツを中心にデザインされています。また今後のランク戦ではバランス問題を改善するための最適化を行う予定ですので、どうぞ期待ください。私たちの理念に基づき T3 アリーナの e スポーツの発展も非常に期待しています。そしてGOGは他の e スポーツの、プラットフォームとどのような違いや、その特徴があるのでしょうか。そうですね。GOG の一番の大きな特徴としましては、先ほどちょっと触れたトーナメント機能のところにありまして、他のプラットフォームと違うところに関しましては、今現在、例えば Apex であったりとか、Valorant とかっていうゲームがある中で、選手の試合の結果っていうのが、実はパブリッシャーさんが提供している細かなAPI とかっていうデータを通して、トーナメントの集計をする際に、我々のちょっと技術開発チームが、そこへの正規のアクセスをもらって、試合の集計をする際にボタン一つで、例えば400人とか600人のプレイヤーがいる中で、ボタン一つで各選手のキルとかダメージとかアシストとかっていうデータが瞬時に取得できて、でかつプラットフォームにちゃんとそれが記録されていくっていうところが、多分国内外問わず、我々しか行ってないんじゃないかなっていう機能になっておりまして、その点非常に主催者とかに喜ばれている機能であるんですけれども、実は参加者にも非常に喜ばれていて、参加者としても大会に参加するもののどこにも自分たちの試合の結果っていうのが記録されてない中で、そういった形で我々のプラットフォームで細かなデータが、記録されて、で、かつその試合がトーナメントが終了すると同時に自分たちのプロフィールページがあるんですけれども、そこに自分の実績が細かなデータとともに蓄積、記録されていくというところが、その参加するプレイヤーにとってのキャリアのサポートにもなってくるというところで、
このフローでやっているところは多分我々が割と唯一無二かなというふうに思っております。確かにね、e スポーツ用のプラットフォームをいくつかを探しましたが、GoOk はユーザー体験の面では非常にいいと思いますね。私たちは e スポーツのエコシステムはコミュニティから構築はプレイヤーや主催者を支援すべきだと考えていますので、GoOk のようなプラットフォームは本当に重要だと思います。前田さんはアメリカでの生活経験がありますが、現在日本国内での e スポーツの発展につきましてこれまでどのように考えてしていましたか？海外と比べるとまだ改善できるところはありますでしょうか？非常に難しい質問で、そうですね。個人的には、やっぱり日本っていう国がやっぱりゲームの先進国だとは思っていて、で特にそれこそプラットフォームでやっぱりプレイステーション5だったりとか、ニンテンドースイッチとかっていうところから始めて、非常にポテンシャルのある国だと思っていて、でただその一方で、今 e スポーツで、大きなタイトルといえば、やっぱりその海外の日本ではない国のタイトルが、世界で非常に売れていて人気だったりするところもあるので、その改善点というか、今後やはり日本の中から、日本のタイトルとして世界で人気になるようなタイトルっていうのが出てくるといいなっていうところもあるんですけれども、そのアメリカに住んでいて感じたのが、私もその幼少期からすごいゲームをいっぱいやっていて、本当にカウンターストライクとか FPS をずっとやってきた中で、その小学校、中学校、高校の中で大会があったりとか、で、プロの世界があってっていうところで、その下積みからそのプロの世界っていうルートがあって、自分だけじゃなくて友達とか、その家族とかで夢を追いかけるような世界っていうのが、やっぱ海外ではよく多く見られるなっていうのは感じていて、で、国内においてはそういった世界が今後、高校生向けの大会だったり、大学生向けのも出てきてるんですけれども、まだまだその点においては海外と比べても、その夢のルートっていうところは足りないのかなというふうに思っているので、で、そこにおいては別にそのゲーム会社が作らなくても、我々みたいな大会運営の会社であったり、大会プラットフォーマーというサードパーティーがそこに入ってきて、そういった道を作っていくっていうところは、今後我々の課題かなっていうところで、そういったところにおいて、そのGoOkとしても、日本ユーザー向けのその夢のある、世界っていうのは今後も提供していきたいっていうところで、今現在課題として着手しております。はい。はい、いいですね。本日はGoOkゲーミングの前田さんとたくさんのゲームアイデアを交換できてよかったです。T3 アリーナは現在 GoOk で定期的に日本トーナメントを開催しており、次回は10月1日に開催し、ライブ配信も予定されています。日本の皆さんもぜひフォローしてください。リンクはディスクリプションにあります。GoOk will be hosting a Japan tournament on October the 1st. Our creators will also be commenting live in other languages. I'll put all the links below so you can follow and watch them live. Stay tuned for the tournament. I will see you in the next one. Bye!